今日も実際に起きたヒューマンエラーを検証していくのだ。今回は身近なミスから人命に関わる事故まで見ていくで、コメント欄で感想を聞かせてな。実在の事故を元に構成しています。とある企業の人事部にて。よっしゃ、今月の査定資料まとまったで。部長にメール送るか。あれ宛先に全社員のメーリングリストが入っとる。今朝な。部長宛てやし大丈夫やろ。急いでるし送信や。よし、これで今日の仕事は。なんやこの通知の量。全社員約180名に給与査定資料をご送信。絶対やったことあるやつおるやろ。Y の会社でも見たようなことあったわ。でもこれ、確認不足が悪いだけだよね。ケンちゃん、ちょっと待ちや。もうちょっと深く見てみようか。メールご送信事故の実態、社員約180名分のデータ露出実例、原因、BCCTO の近藤、宛先確認不足、背景、急いでるから、いつもの宛先だから。この手の事故、めちゃくちゃ多いんや。しかも上司ほどやらかす傾向がある。なんで上司ほどミスするの？理由は3つや。1経験値で動く、いつもの操作だから確認省略。2時間に追われてる、確認した？が口癖なのに自分は飛ばす。3若手に丸投げ、添付ファイル確認しといてで責任転嫁。うちの上司そのまんまで草。でもこれ、個人情報保護法的にまずいんじゃない？その通りや。企業によっては懲戒処分、場合によっては損害賠償請求もある。身近なミスやけど、人生終わるレベルなんやで。怖すぎやろ。でもな、これから見せる次の事例は、もっと重い話や。ちょっとしたミスが、命に関わることもあるんや。とある病院の NICU 新生児集中治療室にて。次は新生児ちゃんの IV ライン静脈ラインフラッシュやな。ヘパリン使うんやったな。薬剤棚のヘパリン。あれ、10単位の瓶と1万単位の瓶が隣同士に並んどる。ラベル小さすぎて見えづらいな。新生児用やから、こっちの小さい方。いや、大きい方か？いつもこの棚から取ってるし、こっちやろ。よっしゃ、投与完了や。数時間後。先輩、さっきの新生児ちゃん、出血が止まりません。他の赤ちゃんも同じ症状が。まさか。使った薬剤を確認や。ヘパリン過剰投与事故。期間、2006から2007年複数病院で発生。被害新生児、3名死亡。有名俳優の双子を含む。原因、10単位と1万単位の瓶を取り違え。濃度差、1000倍。1000倍。そんなん人間の確認だけで防げるわけ。これは。看護師さんかわいそうやけど、これは。でも、なんで10単位と1万単位が同じ棚にあるの？しかもパッケージ見すぎやろ。そう、ここからが本題や。この事故、看護師の確認不足で片付けられがちやけど、実際はもっと根が深いんや。どういうこと？まずパッケージデザインの問題や。10単位と1万単位の瓶が、ほぼ同じ色同じ形同じサイズ。ラベルの文字も小さくて、忙しい現場で瞬時に区別するのはほぼ無理やった。それメーカーの責任やん。その通りや。事故後、メーカーバクスター社はパッケージを大幅変更した。でも事故が起きるまで放置されてたんやな。でも、ダブルチェックとかあるんじゃないの？あるにはあった。でも形骸化してたんや。1人手不足で確認した？はいで終わり。2ベテランほど経験でわかるで確認飛ばす。3そもそも薬剤棚の配置がぐちゃぐちゃ。薬剤棚の配置？濃度が全然違う薬を同じ棚隣同士に配置してたんや。成人用と新生児用を分けてない病院もあった。チェックや。これは組織のリスク管理が崩壊してる証拠やで。じゃあ、どうすれば防げたん？対策は3つや。1パッケージの差別回路形警告ラベル。2棚の物理的分離濃度別用途別に完全分離。3バーコード認証の義務化人間の目だけに頼らない。実際、この事故後に FDA と ISMP が全米の病院に警告出して、多くの病院が1万単位以上の高濃度ヘパリンを病棟から撤去したんや。事故が起きてから対策するんだね。残念ながら、そういうケースが多いんや。でもさ、結局やった人が責められるんやろ。この事故では、看護師個人じゃなくて病院とメーカーが訴えられたんや。有名な俳優さんの双子が被害者やったこともあって、メディアで大きく報道されて、システムの問題として認識されたんやな。日本やったら看護師が吊るし上げられてそう。悲しいけど、その可能性は高いな。日本は個人の責任を追求する文化が強いから、組織の構造的問題が見逃されることが多いんや。でも、僕たちに何ができるの？まずは知ることや、確認不足で片付けずになぜ確認できない環境だったのかを考える。そうすれば、自分の職場でも似たようなリスクに気づけるかもしれへん。確かに。うちの職場も似たパッケージのもの、普通に隣同士やわ。それや、気づいたら、上司や安全管理部門に報告するんやで。言いにくいが命取りになることもあるんや。怖いけど、大事なことなのだ。じ
も怖い事例だったのだ。特にヘパリンの事故は。結論や、ちょっとしたミスって片付けたらあかん。その背景には、組織の構造設備の欠陥文化の問題がある。コメント欄で聞きたいのだ。一職場に似たパッケージで混同しそうなものある？に確認した？学知伏せの上司おる？個人情報はぼかしてコメントするのだ。最後まで見てくれてありがとうなのだ。少しでもと思ったら感想やコメントグッドボタンをポチチッとどうかよろしくお願いしますですなのだ。それでは、またねまたねー。